シャンパン浴びてます。じゃあね。なかなかいないんじゃないですか、このゴスロリファッションでヘルメット持ってる人。メイドロボットしてたんで。メイドロボット。手紙かなんか出したんですよ。僕の名前使っていいかどうやってそういう欲に勝ってるんですか？ら。僕なんか欲に負けてる人。国内最高峰の全日本ラリー選手権がいよいよ開幕。愛知県蒲郡市を拠点に初戦が行われました。三河湾ラリーのサービスパークにやってきました。三河湾ラリー今年で2年目ということで、いろいろ進化しているそうなので取材しに行ってまいります。まずは去年の三河湾を制した勝田紀彦選手に聞きました。三河湾、はい、ディフェンディングチャンピオンとして、はい、迎えるわけですけれども、はい、どんなお気持ちですか？いや、ちょっとですね、もう興奮してます。はい、ちょっと鼻声なんですけど、実は本当ですね、はい、今年実は、はい、コドライバーが変わりました。そうだ、はい、そこら辺に待ってました。はい、どうですか、久しぶりに組んでみて。いや、あんま変わんない。変わんない。のりさんっぽいなって懐かしさを感じながらちょっと歴やってましたけど、どういうところがのりさんっぽい？どこのこと言ってるのか分かんなくあ、今の直してて、今のどこでどっちみたいな感じのとか、なるほどなるほど、あ、こっちのことねみたいな、あ、こんな感じだったと思って完成したラリー通過っていうのは初めてですね。はい、そうですね、今年は初めて乗りました。はい、どうでした、乗ってみて？まだのりさん自体も走り合わせ方がまだ固まってない部分というか、まだJR ヤリス1年乗ったけれどもまだ探ってる部分もあるんで、そこを一緒にブラッシュアップしてよりこのヤリスを JR ヤリスを早く走らせるための方法とかセッティングを一緒に探していけたらいいなと思います。シリーズチャンピオンのりさんが取れるようにサポートできればいいかなと思ってます。頼もしいですね。はい、進化はまだまだあります。去年まで勝田選手と一緒にドライバーとして参戦していた新海さんが今シーズンから監督に就任。チームを牽引する立場での参戦となります。選手で迎えるのと監督として迎えるのっていうのはやっぱ感覚が違うんですか？全然違いますね。全然違います。選手の時も緊張しましたし、ナーバスになってた部分もありますけれども、やはりこういう立場で迎えるのもまた違う緊張感があるんだなっていうのを今ここの場に立ちながら感じているところですね。今シーズン TGR、WRJ としてどんなことを目指していらっしゃいますか？そうですね、やっぱり TGR、WRJ の大きなミッションは人材育成なんですね。ドライバーとエンジニアとメカニック、この人材をしっかり育成していくためにまずは基本動作、それはすなわち安全、それをしっかり回せるようにしたいと思います。でその上で、WRJ で1年間ないしは数年間経験したことによって世界の舞台に、スムーズにステップアップしていくための人材を送り出せる、そういう活動にしていきたいというふうに思います。世界を目指す若手ドライバー育成のための森蔵チャレンジカップも2年目となりました。フィンランドで修行を積み注目されながらも昨シーズンは2位と涙を飲んだ大竹選手。今年は随分と進化したようで、リベンジのシーズンが始まりますね。いよいよですね。なんかワクワクしてきました。どんな気持ちでこのシーズン迎えたんですか？そうですね、去年の反省点たくさんありましたんで、それをしっかり新海監督がすごい分析してくださって、攻めるところでタイム出せるのは分かってるんで、しっかり守るところで守れるドライバーになれたらなと思います。ある意味ちょっと一歩大人になった大竹選手っていうことですね。はい、なるほど。大竹選手は新海監督の他にさまざまな人からアドバイスを聞き、新たな走りを磨いてきたそうです。そして森蔵さんからはこんなアドバイスも。ステージごとに頑張るところとリスクを取らずに抑えるところをしっかり考えて
行った方がいい。はい、走ります。でもそれでついでに年間も考える。はい。ね、年間を。で年間全部出てればね、はいここは抑えようとか、はいはい。ここにいようとかね、あるんですねいう作戦が頭の中あるんですよ。あるんですね。だから年間全部勝負に。やっぱり帰った方がいい。森蔵チャレンジカップも進化しています。今年から女性のエントリー枠が拡大し、女性ドライバーの育成が本格的に始まりました。平川真子選手もその一人。兄はルマンで最年少優勝を果たし、 F1 ドライバーへの挑戦を続ける平川亮選手で、自身も女性限定のレース共助カップとラリーの両輪で活躍する注目のドライバーです。今シーズンもレースもラリーも両輪ではい勝負される、はいこの両方で勝負するっていうのはどんな意味があるんですか？そうですね、どちらもすごく楽しさが違う競技だなって私は思ってて、すごくラリーが勉強になったことはサーキット勉強になったことはラリー勉強になってっていう繰り返しで、今はすごく楽しいモータースポーツの生活をさせていただいてます。森蔵チャレンジへの出場への意欲っていうのはいかがですか？私の将来の夢が男女関係なく海外で活躍できるドライバーになりたいと思ってますので、その夢を叶えるべく着実にいろんなことを学んでいきたいなと思ってます。あ、かわいい。黒いフリフリ。すごいすごいすごい。チェックなんですよ。すごいヘルメット持ってる。なかなかいないんじゃないですか、このゴスロリファッションでヘルメット持ってる人。確かに。ね、ほら。こういうのです。アルパインスターズさんのアルパインスターズ。ゴスロリファッションとモータースポーツを愛する金松優奈選手。キラキラしてますよ。みんなアクセル踏めとる？どうもラリードライバーの金松優奈です。このチャンネルではモータースポーツの面白さを皆さんに知っていただくために、私金松優奈がいろいろなことを発信していきます。作ったジャンパースカートなんですよ。 YouTube などでラリーの魅力を発信し、プライベーターチームの代表も務めています。真っ黒でかっこいいなって思ったんですけど、森蔵チャレンジカップで勝負されるっていうのはどんな思いがあって？そうですね、やっぱりなかなか女性が少ないカテゴリーで、その中でみんなクラスがバラバラだったので、同じところで同じ土俵で勝負できるっていうのはすごい楽しみだなと思ってます。今シーズンの目標もお願いします。はい、今シーズンはやっぱり女性表彰があるので、女性の中で一番を取りたい。はい。女性の中で一番で森蔵チャレンジとしてはどうですか？森蔵チャレンジとしても表彰台狙えるように頑張っていきたいなと思ってます。いいですね。はい。今回も恒例のデモランが始まりました。勢いよく出ていったのは森蔵さんです。グラウンドの反対側に皆さん見えますか？森蔵選手のスーパースキムリ、よいし続いては勝田貴元選手が世界の走りを披露。いやもうこれ本当にドライバーさん目の前真っ白だけどね、本当はドライバーさんがよくね、ドライバーなしですからね。そしてこの迫力のデモランを体験できる設備も新たに登場しました。これなんだろう。すいません。こんにちは。お疲れ様です。トヨタだ。何ですか？スペースを必要なところに持って行ってそのサービスを提供するっていうコンセプトでやってる授業なんですけど、今回ラリーということで、ラリーのデモの運転を室内で体感できるっていう組み合わせでちょっと提供してるんですけど、自分が運転してるような感覚になれるってことですか？ラリードライバーになった気分になる。へえ、いいですね。失礼します。こうなってるんだ。
3面スクリーンに囲まれてます。で異様に静かなんですけど、電気はどうやって引っ張って電気は、前の車にある水素で発電した電気から給電してます。水素電源。水素電源で給電してます。さすがですね。ありがとうございます。おお、何これ、みんな、あ、森蔵さんを見てるんだみんな。あ、おお、リアル。あ、本当だ、すごい。おお、あ、滑ってる。こんな滑ってるんだ、ダートだから。おお、森蔵さん、さすがだな。うわ、真っ白。うわー、滑りながら曲がっていく。これコントロールしてんだからすごいな。あ、ドーナツだ。これ面白い。ありがとうございます。お子さんがすごく喜んでくれて、なかなか横に乗れないと思うんですけど、こういう体験をして車好きになってくれると嬉しいなって思います。はい。ありがとう。セレモニアルスタートが始まりました。多くのお客さんが見守る中、森蔵チャレンジカップに出場する選手たちもスタートしていきます。スターターはゆるキャラ大集合だったんですね。皆さん旗を振っています。最初は平川さんですね。いってらっしゃい。いってらっしゃい。のりさん。さあ、のりさんの今シーズン全日本ラリーが始まりますよ。のりさん、いってらっしゃい。安井さんとの新コンビどうなんでしょう。頑張れ。さあ、森蔵チャレンジカップも始まりましたよ。先頭バッターは大竹選手、頑張れ。森蔵チャレンジカップ、トヨタガズーレーシング WRJ。 大竹選手は抑えた走りながらもベストタイムを次々と叩き出し、クラストップで初日をフィニッシュ。一日通して結構大人に走ったというか、安全マージンを持って走って1位だったんで、すごいポジティブな1日だったかなと思います。橋本さんから見てても違いますか。すごい、だから今日はリラックスしてるというか、全然こうすごい頑張るぞ攻めるぞって感じじゃなくて、こう肩の力を抜いて走ってるんで全然怖くないですし、裏を返すと去年までは怖かった。ちょっと時があった。時があった。やっぱ早いからね。早いんで。でも余裕を持ってるってことはいつでもこうプッシュできるっていう状態。そうですね、まだこうプッシュしないといけない場面で余力は残ってるので、まだ大丈夫かなと思います。金松選手ですね。まもなくスタートします。さあ、スタートしましたよ。頑張れ。金松選手は SS7 でエンストに見舞われるもクラス2位で初日を終えました。ギュッてやったらエンストしちゃいました。そう、それがショックで、そんな大きいタイム差できづらいコース、ステージだからと思ってたのに大きいミスをしてしまったので、ちょっとそこは反省です。一方、平川選手は位置まで落ちた。5番左から3ライトシャープ30、左からおっとSS4 でクッションドラムに接触。この日はリタイアとなりました。右前からちょっとヒットしちゃったんですね。でそれが原因でこのサブラジエーターってのがついてるんですけど、これがちょっと押されて、ここから水漏れ
が出ちゃったんで、まあちょっと無理やり走り続けるとエンジン壊してしまってリタイアになってしまうんで、車を直してで競技に復帰して明日きっちり完走しようって判断しました。なるほど。はい。いわゆる壊してくれてありがとうという状態で、車に対する課題がしっかり見つかったっていうことじゃないかなと。と解説してくれた新海監督もかつては自分でやったじゃん最初。そこまで掘り返します。そこまで掘り返しますか。そもそも経験済み監督。2023年のラリー北海道でコースアウトした際、サブラジエーターを壊した経験があったそうです。新海さんの時はもう前。その後対策を行ったそうですが、今回の壊れ方は想定外だったそうです。新しい課題が出てくるもんですね。出ますね。こちらは GR のイベント会場なんですけれども、いろんなブースが出てたり、車がもう置いてあるんですね。あちらビジョンでは中継画面も見ることができるようですね。こっちの車もなんか面白そうですよ。カローラスプリンター。中乗れるんですね。乗って楽しんでらっしゃる方いますね。手振ってくれた。ありがとうございます。なんかここすごく注目されてますよ。セリカだ。本郷さん見つけた。本郷さん。これは本郷さんが欲しかった。これレストアリフトバック。でこれツインカムエンジン。おお。これだから走れるってことですよね。レストアしてあるから。全然走れるじゃないですか。こんなビカビカですもん。ね。これエンジンかかったりするんですか。エンジンかかります。ぜひ僕がかけていいんですか。どうぞ。本当ですか。失礼します。おお、すごい。来ないぞ。ちょっといいですか。それで一発でかけないでくださいね。切ないから。出したな。出した。来た。いい音。自分でかけたかった。見て。かかかりました皆さん。かかりました。エンジンかけるだけでこんな嬉しいんだ。いい音。人材育成のためにレストアした車です。1年かけてレストア、人を育てるみたいなプロジェクトです。ありがとうございます。音。全然周りが見えてない。昨日坂本にブレーキがダメだっていう指摘を受けて、ダーンって踏んで一回緩めるんですよ。それがダメだ。変に変えると危ないから。はい。今変える。テストでやってください。終わりました。先生徒。昔は先生。平川選手のマシンも無事修復しました。これ本当気にすると尻の上でするから、忘れて。頑張ってください。ありがとうございます。じゃあね。ありがとうございます。三鷹さん。先輩からのアドバイスどうですか。いやもういい。したいくらい。今日の目標は。今日はそうですね。チームの皆さんに修復していただいたので、絶対学びになる一日にしたいと思ってます。SS10 の不構図運動公園です。
こちら自治体が場所を提供していまして、皆さん無料で観戦できる場所なんですね。ご覧のように多くの方がラリーカーを今かと待っています。およそ8万5千人が訪れ、大盛況で幕を閉じたラリー三河湾。果たして結果は？ラリー三河湾の表彰式が行われます。優勝したのは勝田紀彦選手、そして安井選手のコンビです。おめでとうございます。トップカテゴリーの JN1 では GR ヤリスラリー2が表彰台を独占しました。そして森蔵チャレンジカップ優勝は大竹選手、橋本選手です。新海監督シャンパン浴びてます。かけておめでとうございます。大人の走りが最後までできましたか？帰ってこれましたね。去年がダメだったんで、今年は抜群のスタートかなと思います。今後、目標は？この勢いのまま大人の心を忘れずにいきます。今シーズンの手応えというか。そうですね、ちょっと周りレベル高いので、もうどこまでいけるかなって心配だったんですけど、苦手はもう全然ダメですけど、得意なところはまあ頑張れそうな感じがしてきたので、ちょっと安心です。そして女性カテゴリーでも勝つっていうそうですね、目標がありますね。はい。今回はまこちゃんがデイリタイアとか昨日リタイアしちゃって、次からまたライバルとして戦えるのが楽しみです。私自身もそうですし、チームとしても学ぶことはとってもあったと思うので、絶対次戦に生きると思っております。はい、でシーズン最後にはやっぱり、もっと笑顔で表彰台に立てるように頑張りたいと思います。はい。森蔵チャレンジカップ、若手たちの活躍いかがですか？いやもう若手、女性ドライバー、本当に今後どうなっていくか楽しみなカテゴリーなんで、5年後10年後 WRC で戦っているドライバーがここから生まれてくる可能性って本当に高いと思うので、未来が本当に明るいドライバーたちがたくさん揃っているので、ファンの方もぜひ注目してほしいなと思いますね。その目標のお兄さんの高本選手が結果を今残してるっていうのもまた大きいですね。いやいや、目標になれるように、見本になれるようにしないといけないんで、もちろん結果出すことがまず一番大事ですし、もちろんこの若手たちに向けても、日本のラリー界にとってもやっぱりこの WRC で結果を出すっていうのが本当に重要なので、僕はそこをまずいい結果を出して、皆さんにいい結果報告をできるように頑張りたいと思います。これからですね、トヨタの工場をかつて誘致するのに尽力した中村純一さん、そしてトヨタ自動車の創業者豊田喜一郎さんの功績をたたえる顕彰会が行われます。喜一郎さんの孫昭夫さんも出席して思いを語ります。本日は中村純一氏、豊田喜一郎の顕彰会献花式にお招きいただきありがとうございます。今年はクラウン生誕70周年という節目の年になります。喜一郎の悲願だった日本初の純国産乗用車、それが初代クラウンでした。そしてその生産は中村純一さんが土地の確保に奔走してくださった衣工場で行われました。日本の未来のために自動車産業を起こす、そんな2人の思いを形にした車、そして70年間、日本の誇り、ジャパンプライドを背負って走り続けてきた車、それがクラウンだったと思います。ここにいる私たちは皆、2人の夢の継承者です。継承者は挑戦者でなければならない。私はそう思っております。私たちの挑戦、それは先人から託された自動車産業をさらに発展させ、人々を幸せにすることだと思います。どんなに時代が変わっても、自動車産業が日本のど真ん中にあり、未来を切り開く原動力であり続けることだと思います。
本日この場にはトヨタ少年少女発明クラブの皆さんにもご参加いただいております。皆さん、これからもたくさん挑戦し、たくさん失敗して、たくさんの人を笑顔にすることができる、そんなものづくりの継承者になってください。中村寿一さんと豊田喜一郎、2人の思いを未来に継承し、この町を、自動車産業をさらに発展していくために、もっと勉強し、働いて、もっと良いものを作ることをお誓い申し上げ、私の挨拶とさせていただきます。今を遡ること約90年前、自動車工場の建設に力を注がれた豊田喜一郎氏と、その勇気に奔走された中村寿一氏、お二人の熱い志によって、本市は自動車産業を中心に栄え、車の町、ものづくりの町として発展したことを、私たち豊田市民は誇りに思います。先人の不断の努力により受け継がれてきたこの町を着実に次の世代へ継承していくことをお誓い申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。そしてさまざまな賞に輝いた発明家の卵たちへの表彰も行われました。トヨタ少年少女発明クラブは、創造力や技術力、課題解決に向けた力を競う世界大会で3連覇を達成。その成果を秋夫さんに報告しました。これが大会に用いたバルサ構造物です。重り乗っけてってどれくらいの重りが乗るかっていうこれ何キロ乗ると思いますか？どうだろうね、これ結構乗るよね。30キロ、500キロです。500キロこれ乗るの？はい。こちらの男の子は愛知少年少女創意工夫展で最優秀となる文部科学大臣賞を受賞しました。足が不自由な人でも風を切ってブランコに乗る楽しさを知ってほしいと、手だけで漕げる装置を発明したそうです。どっかの豊田市の方につけてくる。冗談なしにちょっとこれ検討します。はい。はい。ね。すごいねこれ。そうです。自分で考えたの？まあはい。もう博士的な空気が流れてます。流れてるね。基本が。そして恒例ともなった秋夫さんへの質問タイムが始まりました。受験の時期になって、勉強しないといけないと思うんですけど、そういう勉強よりも寝たいとかスマホ触りたいとかそういう欲に負けそう、スマホ触りたいとかそういう欲に負けそうになるんですけど、会長はどうやってそういう欲に勝っているんですか？僕なんか欲に負けてるっていうあんまりアドバイスできないね、でもね、欲があるってことは人間だってことだよ。生きてる証拠。ものづくりに関係する仕事に就きたいなっていうふうに思ってるんですけど、会長はものづくりっていうのはどんな存在なのかっていうのは。ゼロから何かを生み出す仕事 99% 失敗かもしれない。失敗だけどやり続けること、それで失敗をしててもやり続けることを応援してくれた人にね、ありがとうという気持ちを持ちさ、やってった時の最後にさ、その作り上げたもので本当に誰かが幸せになるとかね、誰かが喜ぶ、それが僕ね、ものづくりっていいと思うの。メイドロボットっていうメイドロボットね、はい、人と一緒に家事、洗濯や掃除や、料理などを作るロボットを作って、それをウーブンシティでぜひやりたいと思うんですけど、ウーブンシティでどうやったら入ることができますか？まず発明家になること、言っときますから今も市長にいたらこう動いたでしょね。あそこのね、誰かコン君さん、ウーブンシティでメイドロボット作りたいんですよ。メイドロボット本当ですか？ぜひぜひね、待ってます。ちょっと名前をちゃんと。コンです。連絡先だよ、連絡先。これウーブンシティの名刺、連絡先も書いてある。そうだからここにさ、手紙かなんか出したらね、それで僕の名前使っていいから。中学生の頃ってなんか夢とかってありましたか？
よく聞かれるんだけどね、夢っていうかなりたい職業があって、タクシードライバー。タクシードライバーで幸せを運びたかった、ね、ただねある時にね夢を持っちゃいけないって言われた。いろんな人からあなたの夢を持ったら夢を実現した時に終わるじゃないかと、ね、だから夢を持ってる人を応援する人になりなさいというふうに言われてから、なんかね自分の夢を語ることを封印してきました、ね、でももうちょっと経ったら自分の夢を語ってもいいのかなというふうに思い始めたんで、もうちょっと待ってください。わかりました、ね、でも夢を持ったらいいよ、本当に。なんか持ってねやりたいっていう気持ちがあると実現していくから。簡単じゃないよ、簡単じゃないけど持ってる人と持ってない人でねもう全然違うからね。でこんな夢って言って恥ずかしいなんて絶対思わないわけ。その人その人の夢っていうのはやっぱりリスペクトされるものだし、ね、気持ちに込めて頑張ってください、やっぱりその人口分布でいけばね、やっぱりシニアの方がね多い中でもやっぱり未来におけては子供が起点、若い人たちが起点、人材育成ってねやっぱり時間かかりますから、やっぱり自分たちがね習ってきたものをある時は今度は先生方になる、それを続けるサイクルをねやっぱり継続するってことが大切なんじゃないですかね。